あ、どうも皆さん、こんにちは。東北きりたんです。この動画では、エーテルというモッドを導入して遊んでいこうと思います。このモッドはその名の通り、天空世界エーテルを追加するもので、バニラのマイクラでは想像することもできない、個性的なディメンションを旅することができます。と、ボーナスチェストは甘え。さて、それでは早速遊んでいきましょう。レッツ、クリエイトニューワールド。びっくりした。それでは、序盤の準備をしている間に、今回の動画の目標を少し詳しくお話ししていきます。今回メインとなるモッドは、エーテルモッド。このモッドでは、その名の通り、天空世界エーテルが追加されます。今回は、そのエーテルで追加される個性的なディメンションを探索したり、ダンジョンを攻略したりして遊んでいこうということですね。エーテルには、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3種類のダンジョンがあるのですが、最も攻略難易度の高いゴールドダンジョンを攻略することが今回のメインの目標となります。それぞれのダンジョンには、ブロンズがスライダー、シルバーがバルキュリークイーン、ゴールドが太陽の精霊というボスがいます。みんな個性的なボスなので、結構攻略も難しいと聞いています。腕が鳴るぜ。それから、エーテルモッドでは、天空世界で達成できる様々な進捗が追加されているので、その進捗を全て達成するのがサブの目標になります。私自身、エーテルに関する知識がほとんどない状態で遊んでいきますので、至らぬ点も多々あると思いますが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは、エーテルモッドを遊び尽くす動画、この天空世界に平穏な日々を始めていきましょう。一通りの整地が終わったので、オーバーワールドでの拠点を立てていきます。今回は、割と早めにエーテルに行ってしまう予定なので、いつもより小ぶりな感じで、サクッと作っていきましょう。そんなことを言いながら、屋根に使う石レンガのために重労働をする私であった。とほほ。と、広さはこんなもんかな。なんだか、持て余しそうな気がする。今回は木こりモッドを入れているので材料集めが楽。あれ？今回は木こりモッドを入れているので材料集めが楽ちんです。ね。そんなこんなで結構贅沢めに原木を使いながら石レンガの屋根も作りまして、焚き火で煙突を作ったら、はい、完成です。海辺というロケーションも相まって結構可愛い感じにできたのではないでしょうか。とはいえ、内装は、ちょっと寂しい感じ。これから冒険して持ち帰ったものを飾ったりできればいいんだけど、エーテルにも拠点作るしな。ま、後のことは後で考えるとしましょう。第一拠点、看板よし。と、ブランチマイニングをしていたら、洞窟に当たってしまいました。まだ装備も整ってないけど、ちょっと覗くだけなら大丈夫、だよね。あ、廃校。ちょっとだけだから。と、早速賑やかになってまいりました。こんな感じで、廃校に、クモの巣がたくさん張ってある場所には、ケーブスパイダーのスポナーがあります。ケーブスパイダーは、普通のクモと違って、ちっちゃくてすばしっこい上に、毒攻撃をしてくるのが特徴です。なかなか厄介な上に、いちいちキモいので、私はスポナーを見つけたらすぐに壊しちゃうタイプです。お、金のリンゴが入ってました。落ちちゃった。親方、空からスパイダーが出て体力がなくなっちゃった。さすがにここで金リンゴを食べるのはもったいないので、一旦拠点に戻りましょうか。まあ、よく考えたら、探索に出る前に畑とか作っておくべきですよね。とはいえ、今回は、オーバーワールドにいる間に生活できるだけの収穫があればいいので、こじんまりとした畑を作っていきます。いつもは効率を求めて、大規模農園って感じにしちゃうんだけど、個人的には家庭菜園的な、ちっこい畑の方が好きだったりします。なんか、一人で生きてるなら、そっちの方がリアルな気がしまして。
でも、よく考えたら、小さい畑ってどう作るんでしょう。なんか、あえて整地せずに耕す感じ？はい、こんな感じになりました。なんかイメージと違うな。これは、今後練習が必要ですね。さて、それでは廃校に戻りましょう。少し潜っただけで深層岩が見えてきました。見えないところから攻撃してくるとは卑怯な真似を。しかし、これはひどい。はあ？なんでもないです。と、アイテムを回収したところで、鉄もいくらか集まってきたので、そろそろ装備を作ってみようかな。なんかこの、原石からインゴットを作るやつ、まだ慣れません。そんなこんなで、鉄の装備を作りまして。どう？装備も揃ったところで、ネザーに行っても大丈夫そうな感じがしてきました。とはいえ、廃坑には、マグマがこれしかなく、拠点の周りを探索していたら、マグマたまりを見つけました。ラッキー。それでは、こんな風に、マグマを水で冷やしながら。はい、ネザーゲートを作りました。ネザーに行ける、ゲートです。カムチャッカインフェルノー。ネザーへの扉は開かれた。それでは、早速殴り込みと行きましょう。なんだか、すごい場所に出ちゃったぞ。とはいえ、今回は、実はネザーの探索をするわけではなく、ブローストーンを採取するために来ただけなので、そこまでピンチってわけではなかったり。あった。このグローストーン、実は、エーテルに行くために必要になるのでして。天国に行くためには、一度地獄に行く必要があるというのも、なんとなく面白い構造ですね。そんなこんなでブローストーンを手に入れたので、一旦拠点に戻ることにしましょう。帰ってきました。それでは、早速エーテルに行く準備をしたいのですが、どうも、向こうには、向こうのツールや装備があるようでして、あまりオーバーワールドで色々揃えたところで、意味がないようなんですよね。そんなわけで、とりあえずゲートを作っちゃって。やっぱり、ネザーゲートとは全然イメージが違いますね。オープン。すごく神々しい。さて、それでは食べ物を詰め込んで。よし、行っちゃいますか。飛び込め。